さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。13回目の今回は、前回言っていた個人的に気になっていた選手の紹介になるよ。その選手とは、中日やロッテに在籍していた、宇野勝選手だよ。個人的に気になっていたのは、この選手について、落球ヘディングの人、ミスターチンプレーといったことしか知らなくて、選手としての成績などがあまりわかっていなかったからだよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。宇野勝、1958年5月30日生まれの61歳。千葉県匝瑳市出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、野球解説者を務めているよ。銚子商業高校では遊撃手、3番打者として活躍。1975年に、秋季関東大会県予選決勝に進むが、習志野高能の実に完封を喫し春の選抜出場を逸するよ。1976年の夏の甲子園に出場。エースの佐藤の投打にわたる活躍もあり、準々決勝に進むが、この大会に優勝した近江銀行の松本に抑えられ敗退。1年下のチームメイトに、後にプロで同僚となる尾上旭がいたよ。そして1976年、ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団するよ。1978年のシーズン後半から1軍に定着し、遊撃手、二塁手として11試合に先発出場。1979年には正岡慎二から遊撃手の定位置を奪取し、1980年には初の規定打席に達するよ。1981年には打率2割8分2厘、25本塁打の好記録を残し、3番打者としても5試合に起用された。しかし守備面では安定感を欠き、1979年以降7年間で、6回のリーグ最多失策を記録しているよ。また、1981年8月26日の読売戦で、7回裏の守備の際にフライを取ろうとしたところ、目測を誤ってボールを頭部に当てるエラーを喫したことが、珍プレーで有名な、宇野ヘディング事件として知られているよ。1982年のリーグ優勝に貢献、西武との日本シリーズでは、全6試合に6番、遊撃手として出場するが、20打数4安打1打点5四球と存在感を示せなかったよ。1984年は37本塁打で、阪神の掛布と本塁打王のタイトルを分け合った。この年の129試合目と130試合目が阪神戦だったが、両軍投手による掛布、宇野の敬遠合戦の末、両者が本塁打王を獲得したよ。また、ベストナインにもこのシーズンを含め3度選出されているよ。自身の1シーズン最多本塁打は、1985年の41本塁打で、遊撃手のシーズン本塁打としては最高。中日の選手会長だった平野健が、西武にトレードで移籍したため、その後任として選手会長を、1988年から2年間務めたよ。1988年に立浪和義が入団すると、前年のベストナインでありながら、遊撃のポジションを立浪に譲り、ロッテに移籍するまで二塁手、三塁手としての出場が多くなったよ。同年の西武との日本シリーズでは、前5試合に二塁手、5番打者として出場。日本一はならなかったが、第3戦、第5戦で本塁打を放ち気を吐いたよ。1992年のシーズン前に、記者団から目標を聞かれ、3割、30本、3盗塁と宣言。しかし立浪、種田、前原との定位置争いに敗れ、オフに長島清之と共に、今野、横田との交換トレードで、千葉ロッテに移籍したよ。1994年オフ、成績不振、出場機会減少によりロッテから戦力外通告を受け、移籍先が見つからなかったため、この年限りで現役を引退したよ。当初は星野の監督復帰に伴い、現役選手として中日復帰が内定していたが、高木が 10.8 決戦で、日本プロ野球を盛り上げた功績を評価されたことで、監督留任が決定し、立ち消えになった。宇野が中日復帰時に、再びつける予定だった背番号7は、同時にロッテを退団して中日へ移籍することが決まった、メルホールがつけることになったよ。引退後、1995年から2003年までの9年間は、名古屋テレビと東海ラジオで野球解説者を、またデイリースポーツ市場で評論を務めていたよ。2004年から2008年までは、中日の打撃コーチを務めた。この間、2007年にペナントレースにいながらも、クライマックスシリーズ制覇で、出場権を得た同年の日本シリーズで日本一となるよ。それまで1982年の日本シリーズと、1988年の日本シリーズに選手として、2004年の日本シリーズと2006年の日本シリーズにコーチとして、4度とも中日側から出場しているが、いずれのシリーズも敗退して涙を飲んでおり、日本一は初の体験であったよ。またコーチ時代には、名古屋ドームの試合終了後、ベンチからスタンドに、サインボールを投げ入れるサービスをしていたよ。2009年度より再び東海ラジオ、2010年度からはメイテレの野球解説者となり、落合監督就任時からコーチとして、チームに在籍した経験を生かした解説を行っている。
また、新たに日刊スポーツの野球評論家も務めているよ。2012年からは再び中日一軍打撃コーチに就任し、シーズン後2軍総合兼打撃コーチに配置転換されることが発表され、2013年10月4日に球団から来季の契約を結ばないことが発表されたよ。2014年からは再びメイテレ、東海ラジオ解説者、さらに東京スポーツ評論家を務める。東京スポーツではコラム、フルスイングの掟を担当しているよ。そしてここからは、選手としてのエピソードを紹介していくよ。1980年代が全盛期で主に5番を打ち、長距離打者として活躍したが、強振するスタイルの影響もあり、本塁打王を獲得した年はリーグ最多の117三振も、合わせて記録するなど、三振が多かったよ。一般的には遊撃手は守備での負担が大きいと言われるが、宇野の場合は三塁手や外野手として、出場した時が打撃不振になることが多かったよ。全盛期には、8月に調子を上げて本塁打を量産することから、ファンやマスコミから、ミスターオーガストと呼ばれたよ。現在でも当時でも、数少ない遊撃手の長距離打者であり、1985年の41本塁打は遊撃手部門における歴代最多本塁打記録であり、2019年に坂本勇人が達成するまで、遊撃手唯一の40本塁打だったよ。また宇野は珍プレーの影響で、守備が下手というレッテルを貼られている。リーグ最多失策を7回記録しているが、落合は宇野の守備を、あれは中日のショートではトップクラス。チャランポランに見えるけど、あれは上手いと、絶賛しているよ。エラーが多いことを本人は、ピッチャーの人に迷惑をかけないように、エラーを減らしたいと、毎年決意表明していたよ。また、成功率の低い盗塁をたびたび敢行し、78盗塁に対し96の盗塁死を数えているよ。日米野球に強く、4試合出場して5本塁打を放っている。さらに1試合に本塁打を2回記録しており、これは日米野球で1試合に本塁打を達成した5名の中では、4回を記録している王に次ぐ記録だよ。1982年4月24日の太陽戦では、ユニフォームを忘れたため、背番号77をつけていた飯田コーチから借りて試合に出場した。相手チームのヤジの中、宇野はその試合で本塁打を放つよ。後に、宇野は2003年オフに打撃コーチとして中日復帰した際に、その背番号77をつけているよ。1984年5月5日の太陽戦では、ライトへの浅いフライを打ち、ライト後続の落球エラーで出塁したものの、打球の行方を追って待機していた、一塁走者の大島を見向きもせずに追い抜いてアウトになったよ。そして年末の、プロ野球珍プレイ好プレイ大賞に大きく取り上げられることとなったよ。各局の珍プレイ番組では、宇野のエラーやミス、動作や所作を集めた特集が、毎回のように組まれるようになり、本人は毎回のごとく紹介されるのを嫌がっているが、著書、ヘディング男のはちゃめちゃ人生では、やってよかった、感謝していると、書いているよ。2000年の、勇者のスタジアム、プロ野球高珍プレイで、20世紀の珍プレイランキング2位に輝いた際、司会の江川から、宇野選手にとって、珍プレイとはと聞かれ、他人のは面白いですねと、コメントしているよ。また、自身のヘディング事件については、忘れてましたね。僕がなぜここに呼ばれているのか、全然わからないと、ギャグを飛ばしていたよ。ロッテ時代、先発投手の吉田が打球を受けて、ベンチで手当てを受けている間、遊撃手の守備位置を離れ、マウンドで投球練習を開始。これを見た日本ハムの小川が打席に入り、宇野の投じた球を打ち返した。打球は両手を広げたライトのマックス・ベナブルの頭上を越えていき、場内が笑いに包まれる中、苦笑を浮かべた宇野は膝をついていたよ。コーチ時代、2004年の落合監督初優勝の翌日、川崎の引退試合で、1回終了後、川崎の胴上げを中日、ヤクルトの両チーム選手がしようとした時、コーチでは宇野のみが飛び出し、しばらくしてから気づいてベンチへ戻っていったよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。調べてみての感想は、珍プレイもさることながら、長打も打てる打者だってことに若干驚いたよ。それでも、プロ野球の珍プレイが今もなお企画として残っているのは、宇野選手のような選手が礎になったからだと思ったよ。それじゃあ、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。